ちは、ワンダーレビューです。本日はカメラのレンズのレビューをしていこうと思います。最近 α7C2 のカメラを買って、このカメラ本当に動画も写真もすごく撮りたくなるカメラです。今までソニーのカメラは動画向けに使っていたので、広角寄りのレンズしか持っていなかったので、今回標準ズームレンズを探していこうと思います。特に α7C2 でファインダーも強化され、そして特にグリップが強化されたので、写真をすごく撮りたくなるカメラだと思っています。今迷っているレンズがこちら、ソニーの2070っていう、今年出た標準ズームのレンズと、あと少し前に出たレンズになるんですけど、この24105っていうレンズ、両方とも G レンズになるんですけど、こちらの方ですごく迷っています。こちらの本当にどっちを使うのかな、どっちを買おうかなっていうのを迷っているので、今回徹底検証したいと思います。まず今回の比較項目です。今回比較する項目は、まずこのレンズの画角が違うので、画角により差っていうのを初めに比較したいと思います。あと重さも全然違うので、重さっていうところも比較項目としたいと思います。そしてこのレンズ、これら出た時期が違うので、新しい方のレンズには新しい技術が入っていたりするので、このモーターの違いっていうのが一世代違うので、モーターの違いっていうところを見て、あとボタンなども増えているので操作性の違い、あとこちらのレンズにはレンズ内の手ブレ補正っていうのが入っているので、この手ブレ補正について比較したいと思います。これら5点の比較項目を、できるだけ公平に淡々と比較していこうと思います。最後に私の個人的な感想、まとめを述べたいと思います。それでは本日も動画の方お楽しみください。どうぞ。それでは早速画角の比較を見ていこうと思います。まず広角側から確認していこうと思います。50mm でこういう風に見えている状態で、こちらが 20mm、かなり広く見えていると思います。同じ場所から 24mm、こちらが 24mm になります。で、こちらもう一度 50mm でこのように見えている状態から 20mm、このように見えています。そして 24mm がこのような感じで見えることになります。続いて同じように望遠側も見ていきます。こちら 50mm でこのように見えているところから 70mm でこのような形になります。そして 105mm でこれぐらい寄った感じになります。もう一つ違い風景で、こちらが 50mm で見ている状態です。そして 70mm、そして 105mm、このような形で見えることになります。こちら動画での比較になります。70mm でパンした状態がこのような形になっています。そして続いてこちらが 105mm でパンした時に撮れる映像がこちらのようになっています。今回はこの画角の違いで最終的にレンズを選ぶことになると思いますが、どちらが一方を含むという形ではないので、非常に悩ましい画角のラインナップかなと思います。続いて大きさ、重さの比較、仕様を少し比較しようと思います。こちらの方見た時点で大きさも全然違いますし、そして重さも持てばもう全然違うなというぐらい違いがあります。やはりレンズを選ぶ際に大きさ、重さっていうのは非常に大きな選ぶ際のポイントになると思います。ここまで差があると、やはり新しいレンズすごいなと思いますし、魅力的に見えます。これら両方のレンズ、インナーズームでないので、ズーム時にレンズの全長が変わります。一応全長、このズームしてレンズが伸びた状態を比較しておきます。参考までに実測した長さを記載しておきます。続いてこれらレンズのモーター入っているドライブが違うので、ここら辺の違い、ピントの速さだとかというのを見てみようと思います。はい、座って。はい、立って。はい、もう一回座って。じゃあ次、これの 70mm でいこう。70mm で。もうちょい後ろ、もうちょい後ろ、もうちょい後ろ。で、右。こっち。あ、いいね、もうちょいこっち。あ、いいね。はい、しゃがんでー。立つ。しゃがんでー。立つ。はい、しゃがんでー。立つ。遅いよ。しゃがんで 70mm でやってます。はい、立つ。はい、ちょっと向こう歩いて戻ってくる。はい。で、オッケー。今回様々な比較を行ってみましたが、私自身の利用方法ではレンズを決める際に
決定打となるような差分というのは見つけることができませんでした。それでは続いて操作性です。こちら2070の新しいレンズの方から見ていこうと思います。こちらの方、追加のリング、絞りリングが追加されていたり、ボタン類も増えています。絞りリングの方も、ノック式、カチッカチってダイヤルを回すか、スムーズに回すか、この辺も動画撮影だとかをすごく意識していると思います。あと、フォーカスロックのボタンも、縦撮影にも対応できるように2箇所ついていたりします。一番驚くのはやはりここのズームとかのリングの回し心地なんですけども、かなり柔らかいです。柔らかいのにレンズが出てきたりしないので、これは本当にすごく優れた、もう絶妙のライン、柔らかくリング回しやすいのにレンズが飛び出てこないっていう、すごくいい塩梅の設計がされているなと思います。続いてこちらの24105方を見ていくと、やはり先ほどのズームのリングと違って硬さを感じます。少しやはり硬いので、このリングを用いて動画でズームをするというのは難しいのかなと思います。あと、このレンズはですね、手ブレ補正が内蔵されているので、この手ブレ補正のスイッチがレンズについているという特徴があります。個人的にはすごく興味のある結果になりました。こちらの方、2070の本体に頼った手ブレ補正というのと、24105のレンズ内に入っている手ブレ補正と本体の手ブレ補正の強調制御、どれぐらい違うのかというのを比較してきたので、こちらの方、結果ご覧ください。この結果にはすごく驚かされました。結構振動パターン、得意不得意あるかもしれませんが、同じ振動パターン、このような振動を与えたときに、レンズ内の手ブレ補正の方が、結果がよく私には見えました。そして、こちらが写真モードです。ファインダーを覗いたときに、通常手ブレしている状態から半押ししてピンと合わせてあげると、手ブレ補正が効いています。今、本体の手ブレ補正ですが、よく効いていると思います。あえてちょっと手でぐらぐら揺らしてみた状態がこちらの方になります。続いて、こちらが24105の強調制御時の手ブレ補正の検証となります。こちらの方、表現が難しいのですが、自分自身が揺れた方向と反対側に手ブレ補正がかかっているなというのが感じられるような制御になっておりました。それでは本日のまとめとなります。本日の比較それぞれいかがだったでしょうか。これら5項目に関して比較したんですけども、最終的に自分自身が購入するにあたって3項目を注目して比較したいなと思います。まずは画角です。こちら画角の方、やはり広角が必要ならば広角に強い 20mm スタートの方を選ばなきゃいけないですし、105まで欲しいとなれば105までの画角が必要になると思います。個人的には今回見せているようなこの写真がすごく撮りたかったので 105mm っていうのがすごく必要かなと思ってます。そして APS-C モードでさらに 1.5 倍焦点距離伸びるということですが、こちらも105からさらに 1.5 倍余裕を持っている方が個人的にはいいのかなと思っています。動画に関してもやはりこういう標準ズームっていうのがあるとかなり違う面白い絵が撮れるので、こういうものもすごくいいのかなと思いました。そして手ブレ補正です。個人的にはレンズ内手ブレ補正すごく驚きました。このレンズ内手ブレ補正を使うとやはりブレてるとそもそも何撮っても使えないということになるので、写真も動画も今回のこの手ブレ補正を使って夜結構撮影も行ったんですけど、夜なんかも手持ちでこのような映像、今写っている写真だとか動画も撮れるので、本当にすごい手ブレ補正ということを体感することができました。そして重さに関しては重いので24105どうしようというのが一番ネックでした。こちらの方24105を徹底的にジンバルに乗せて結構もう 1kg プラス 1kg で 2kg 超えの構成で1日みっちりと使いました。結果としてはこのジンバルだとかやはりカメラの重さまで入れてしまうとレンズの、少しの差というのはそんな大きな差にはなくなって、それよりもやはり撮れる撮れないとかって考えると妥協すべき妥協できるポイントなのかなというのが感想になります。今回撮影してきた動画、そして写真を少しご覧ください。
最後、まとめのまとめですが、やはり動画を撮るとなると 20mm 欲しくなると思います。20mm 撮れるレンズがないだとか、本当に今回初めて動画と写真両方撮りたいというのでソニーのカメラを購入した人は20、70をお勧めするかなと思います。一方で 20mm 何かしらで撮れる、単焦点で持っている、他の広角のレンズ持っているという人であれば、個人的にはやはり24、105っていうのが写真なりでやっぱりぴったりなので、このレンズすごくいいなという感じがします。で、写真だとかで考えると、やっぱり広角ってそこまで出てくる機会も少なくなるので、やはり24あれば十分な広角ですし、105というのがおすすめなのかなと思います。で、今のところ心には24、105で決めてるんですけども、最後実際ソニーストアに行って、プロの話、専門家の話を聞いて、どっちに購入するかなっていうのを考えて最終的な決断をしたいと思います。はい、そこら辺、この動画の続き、今後の動画でどっち買ったかっていうのは出てくると思うので、よろしかったらチャンネル登録をして、今後の動画をお待ちください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。